大事なものはスーツケースに入れたとトレーナーは言ってはいるが不安なので忘れ物がないか確認を手伝ってあげたら出張ではなく旅行と判明したので一番大事なものであるはずの自分もスーツケースに入ろうとする A 心フラッシュ。財布よし、スマホよし。モバイルバッテリーもあるしホテルの予約確認書も OK。そして新幹線のチケット、これがないと話にならないからな。大事なものはスーツケースに入れた。これで準備は完璧だな。トレーナーさん、確認はお済みですか？ああ、大体ね。大体という言葉を私は信用していません。なんでさ。計画は完璧に立てなければ意味がありません。フラッシュがそういう主義なのは知ってはいるけど。トレーナーさん、そもそも計画とは何のためにあると思いますか？忘れ物をしないため、とか？違います。じゃあ。望んだ結果を確実に手に入れるためです。準備を怠れば手が届いたはずのものを取りこぼします。難しいこと言うね。難しくありません。前回のレースを覚えていますか？フラッシュが解消したレースでしょ？忘れるわけがないよ。あの勝利は偶然ではありません。トレーナーさんが出走馬をはじめコースの特徴も何もかも調べ尽くして私が勝つための道筋を全て整えてくれた。だからこそ私は勝利をつかむことができました。フラッシュ。準備とはそういうものです。だからこそ事前の準備は大事なんです。トレーナーさんも私のレース前に徹底的にコースの特徴や出走者について調べているじゃないですか。そりゃ俺のフラッシュのためだもん、当然だよ。フラッシュ。なんでもありません。とにかくトレーナーさんの確認だけでは不安が残りますから私が一緒に確認を行います。教え子に心配される俺って。忘れ物については大丈夫そうですね。だから言ったじゃん。ダブルチェックは基本ですよ、トレーナーさん。まあそうだけど。乗り換え等の動きは別のメモ帳にでも控えてあるんですよね。それはその時点で案内を見ればいいでしょ。案内を見てから動くとタイムロスが発生します。予定通りに動くためにも準備できるものは準備しておくべきです。いいです。私が今印刷しておきますからそれを持って行ってください。パソコン借りますね。まるで面倒見のいいお嫁さんみたいだな、フラッシュは。フラッシなんでもありません。よし、フラッシュも確認してくれたしこれで明日の準備は完璧かな。あとは残りの仕事を片付けてこのまま学園で仮眠して朝になったらここから出発しよう。トレーナーさん、いくつか気になる点があります。業務関係の書類が見当たりませんがこれは問題ありませんか？ああ、いらないよ。そうですか。現地でデータをダウンロードするとかそういう予定なんですよね。念のための確認でした。いや、そんなこともしないけど。え？だって業務の出張とかじゃないし。なんですって？旅行だよ、一人でちょっと出かけるだけ。旅行？そう、たまには一人でゆっくりしたくてね。私は聞いていませんが。だってフラッシュのオフ日だし。でも大丈夫だよ、電話でもレーンでも連絡はつくから。そう、ですか。では、一泊二日なのに着替えが多かったのも。観光して汗かいた場合に備えてね。どう？ちゃんと俺も準備してるんだよ。これ見てよ、泊まる予定の温泉旅館なんだけど露天風呂が名物で楽しみなんだよね。あ、温泉が楽しみとか年寄り臭いかな？いえ、いいご趣味だと思います。素敵な旅行になるといいですね。ああ、楽しんでくるよ。ですがトレーナーさん、そうなると話が少々変わってきますね。え？スーツケースのサイズを確認させてください。サイズの確認？縦と横、高さもこれくらいですか？フラッシュ。計測完了です。トレーナーさん、これではいささか小さいですね。はっはっは、心配しなくてもフラッシュへのお土産を入れるだけのスペースはあるさ。トレーナーさん、明日は出発時刻に遅れないように気をつけてくださいね。そうだね、寝坊なんかしちゃったらそれこそ予定が崩れるもんね。では私はこれで失礼します。ありがとうフラッシュ、助かったよ。おはようございます、トレーナーさん。フラッシュ、なんで駅に？乗り換え案内を印刷したのは私ですよ。トレーナーさんの行動は把握しています。そういうことじゃなくてさ。
なんでフラッシュがここにいるのかってことを聞いてるんだけど。お見送りに。なんだ、そういうことか、わざわざ悪いね。でもありがとう、ちゃんとお土産は買ってくるからね。それじゃあ行ってくるよ。忘れ物がありますよ。え？もしかしてフラッシュは見送りじゃなくて忘れ物を届けに来てくれたってこと？はい。なんだ、それならそうと言ってよ。いやいや、感謝こそすれそんなこと言っちゃいけないな。いいんですよトレーナーさん。日頃から私が受けている寵愛からすればこれくらいは当然のことですから。フラッシュ、公共の場でそういう言葉を使うのやめてね。妙な誤解されたらたまったもんじゃないから。私は構いませんが。俺が構うんだよ。それより忘れ物っていうのは？その前にもう一度スーツケースのサイズを確認させてください。いいけど忘れ物ってそんなに大きいの？はい。何を入れるつもりなの？一番大事なものです。チケットは忘れずに持ってるよ、ほら。スーツケースに入れるべきものはこの私です。は？故にサイズを確認しましたがやはり私が入るには少々窮屈そうですね。待って待って、話が見えないんだけど。トレーナーさんの一番大事なものは本当にチケットですか？違うでしょう？私ではありませんか？いや、今は旅行の話をしているのであって。私は大事ではないと？フラッシュが大事なのは当然だけどあくまで今は旅行の話であって。私が大事なら問題ありませんね。スーツケースに入らせていただきます。問題終わりだよ。理解できません。それはこっちのセリフなんだよな。ひそひそ。またトレ先生よ。ひそひそ。朝っぱらから押せるわね。ほら、ひそひそされちゃってるじゃん。フラッシュ、頼むから冷静になってくれないか。トレーナーさんこそ冷静に考えてください。何をだよ。私が一番大事なら私がスーツケースに入るのを止める理由はないでしょう？いいかいフラッシュ、スーツケースは荷物を入れるものなんだ。フラッシュは荷物なんかじゃない、大切な俺の相場だからね。フラッシなんでもありません。しかしトレーナーさんがそこまで私への愛を叫ばれるのであればスーツケースに入るのは諦めましょう。ュ。いや、そこまで応用なことは言ってないけど。なるほど、私への愛を叫ぶのは応用でもない至極当然なことであると。そうじゃなくて。トレーナーさんの愛に応え代替案を提示します。福田結構か。道中で私を貴重品としてお手元で管理してください。貴重品？貴重品は肌身離さず持ち歩くものですよね。そうだね、なくしちゃったら大変だからね。具体的には手を繋いでいただければ結構です。相葉がいなくなってもトレーナーさんは構わないと？それはずるい言い方だな。というかフラッシュが同行するのが当然みたいな流れになってるけど。昨日トレーナーさんは一人でゆっくりしたいと言っていましたよね。言ったね。ですから私は引き下がりました。確認のお手伝いだけしてトレーナー室を出ました。うん。ですが一晩考えてどうしても確認したいことが残ったんです。確認したいこと？ゆっくりするためには私は邪魔でしょうか？何を言い出すんだ？やはり、私が同行してはご迷惑でしょうか？フラッシュ。すいません、忘れてください。あれだけ事前準備の重要性を語っておきながら自分自身がイレギュラーになってしまうなんてお恥ずかしい限りです。無理を言って困らせてしまいました。私はいない方がいいですよね。ああ、あれだ。トレーナーさん。フラッシュの言う通り俺の最大の目的はゆっくりすることなんだ。は冷静に考えたらその目的達成のために一人である必要性はないんだよな。え？すまないフラッシュ、俺の事前準備が甘かったようだ。一人で行くよりも二人で行った方がもっといい旅になるはずだ。トレーナーさん。ただ移動手段は新幹線のチケットを払い戻しして鈍行でもいいかな？直前の払い戻しですと手数料で3割ほど失われます。だよね。なら貯金を切り崩すか。現地での観光時間も減っちゃうし。いや、俺は観光よりも宿の温泉目当てだから別にいいんだけどフラッシュに悪いし。言い忘れていましたが私の目的もゆっくりすることです。トレーナーさんの隣にいることでその目的は達成されます。つまり？楽しい旅行にしましょう、トレーナーさん。予定は一部修正が必要ですけどね。修正？はい、
二人旅に変更になりましたから。でも鈍行の旅ですからそのための時間はたっぷりあります。じゃあ二人で完璧なプランを立てようか。完璧な旅行にしましょう、トレーナーさん。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。